こんにちは、はるです。今回はビーズで作る黒猫キーホルダーをご紹介します。丸小ビーズを使った細かい作業になるので、中級者から上級者向けの作品となっています。テグスで立体モチーフが作れるようになったら、ぜひ作ってみてくださいね。それでは作り方を見ていきましょう。まずは材料です。作品は黒猫ですが、黒のビーズだと見にくいので、こちらの白猫の材料で説明します。丸小ビーズ A1 パック、ラウンド型ビーズ 2mm ブルー、または丸小ビーズブルー2個、これは目になります。丸小ビーズ B3 個、1つは鼻、残りの2つは耳に使用します。丸小ビーズ C18 個、これは首輪に使用します。ラウンド型アクリルビーズ 8mm クリア2個、テグス2号、頭胴体に140センチ、尻尾に20センチ、耳に30センチを2本、首輪に20センチ、T ピン 0.7×25mm 1本、丸カン1個、キーホルダー金具1個。実はこの猫、頭と胴体の作り方は以前ご紹介したうさぎの作り方と同じです。まずうさぎの動画のパート1を参考にして、丸小ビーズ A をメインに使って頭を作ります。動画のリンクは画面右上をクリックしていただくか、動画概要欄をご覧ください。うさぎの頭に綿を詰めるところまで作ります。今回は綿ではなくラウンド型アクリルビーズを通します。T ピンに丸小ビーズを1つ通して、さらにラウンド型アクリルビーズ1つを通します。そして T ピンの先を頭の中から通しててっぺんに出します。ピンを直角に曲げます。曲げたところから14ミリになっていれば OK です。それより長い場合はニッパーでカットしてください。丸ヤットコを使ってピンを二重に丸めます。そうしたら頭から胴体にかけて続きを作ります。胴体はうさぎの動画パート2を参照してください。胴体の5段目の途中でアクリルビーズを入れて、6段目まで作ったらテグスを処理します。両方のテグスが出会うようにビーズに通します。テグスを2回結びます。周辺のビーズにいくつか通してからテグスをカットします。
頭と胴体が出来上がりました。次に尻尾を作ります。テグス20センチに丸小ビーズ A を8個通して、一番端のビーズを1つ飛ばして、残り7個のビーズにテグスを通します。そうするとこのような形になります。胴体の真後ろの下から2段目のこの位置に尻尾をつけます。片方のテグスを通して2回結びます。尻尾の付け根のビーズに片方のテグスを通してぐっと引っ張って結び目を隠すようにします。あとは周辺のビーズにいくつか通してからテグスをカットします。これで尻尾が出来上がりました。次に耳を作ります。耳だけ後で取り直したので首輪とひげがついた状態になっていますがご了承ください。真ん中の3つのビーズから2つ隣の輪のこのビーズに耳がつきます。30センチのテグスを通して左右のテグスに丸小ビーズ A を1つずつ通します。そして丸小ビーズ B1 つで交差します。次に丸小ビーズ A2 つで交差します。右のテグスに A を1つ通してその下にある A を拾います。
左のテグスも同じように A を1つ通して、その下にある A を拾います。上にあるテグスを耳の付け根のビーズに通します。そのテグスをその上にある3つの A に通します。さらに新たな A を1つ通します。そしてその下にある A3 つに通します。再び耳の付け根のビーズに通します。これでテグスが結べる状態になりましたので、2回結びます。両方のテグスをその上にある A3 つに通してからカットします。これで耳がつきました。反対側の耳も同様に作ります。次に首輪をつけます。テグス20センチに丸小ビーズ C を18個通します。猫の首に巻きつけるようにしてテグスを2回結びます。1回目は若干緩めに結んで、2回目はしっかり結ぶようにするとうまくいきます。ビーズにいくつか通してからテグスをカットします。最後にひげをつけます。余ったテグスを2本鼻のビーズに通します。
テグスが抜けないようにビーズの両端に接着剤をごく少量つけておきます。接着剤を乾かします。テグスを適当な長さにカットします。これで猫は出来上がりです。最後に金具をつけます。丸カンを開いて丸めたピンに通します。さらにキーホルダー金具を通して丸カンを閉じます。これでビーズで作る黒猫キーホルダーの完成です。どうでしょう？今回は手足を作らないので割と気軽に試せるのではないでしょうか。丸小ビーズだとちょっと細かすぎるなと思ったら丸大ビーズを使ってもいいと思います。今回は黒猫ですが、ビーズの色を変えていろいろな種類の猫を作ってみても楽しいですね。ぜひ作ってみてください。